皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちら QCY というブランドのワイヤレスイヤホンをご紹介したいと思います。本体型番は HT05 という型番になっています。ではね、一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。それでは本日も行ってみましょう。オープン。箱を開けましたらこんな感じで入っています。珍しいですね。イヤホン単体がケースの外側に入っている。こういったパターンは珍しいなと思いました。こちらがワイヤレスイヤホン単体になりますね。後ほどね、詳しく見ていきましょう。そしてこちらがケースになります。というわけでですね、同梱物がこんな感じになっています。日本語には対応していない説明書が入っていました。そしてですね、USB Type-C の充電ケーブルも入っています。USB-A と USB-C になっています。そしてイヤーピースの付属も入っていますね。そしてこちらがワイヤレスイヤホン単体になっていますけども、最初からイヤーピースがはめられています。こんな感じのケースになっていますね。持った感じ非常に軽くなっています。そしてここの部分見ますとボタンがついています。押しますとランプがつきました。ではイヤホンの方ね、入れてみたいと思います。この状態が今充電がされている状態になっています。では外観の方ね、ちょっと見ていきたいと思います。まず蓋のところにブランドロゴが書かれています。QCY とあります。背面を見ていただきますと全く何も書かれていません。そしてちなみにですけども、ワイヤレス充電には対応していません。右側になりますけども、こちらは USB-C のポートになっています。そして背面全体的に見ますと全く何も装飾の方はありませんので、非常にシンプルですね。そして蓋を開けてみますと、ケースの本体のバッテリー容量になりますが 350mAh となりますので、ケースそのもののね、バッテリー容量としてはなかなか多めの容量になっています。そして操作する部分になりますが、 LED ランプとこのブランドロゴの間ですね、こちらがタッチパネルということになっていて、操作を受け付けてくれる部分になります。ではここでですね、主な特徴をざっと見ていきたいと思います。まずアクティブノイズキャンセリングが搭載されています。モードに関しましては屋内のモード、そして通勤モード、騒がしい環境モードということで3つのモードに対応しています。そしてグラフェンのダイナミックドライバーの 10mm のものが搭載されているということです。またバッテリーの容量に関しましては、このケースそのものですね、全部入れまして最大30時間までバッテリーが持つということです。またこの単体としてはですね、だいたい6時間ぐらいということになっていますが、表記によっては7時間と書いてある部分もありましたけど、だいたい6時間から7時間ぐらい持つということになると思います。1週間は余裕で持つのかなという感じですね。そしてバッテリーがなくなった時、充電したい時ですね、 USB-C で充電することになりますけども、5分充電しただけで1時間の再生ができるようになっています。あとモードとしましてはゲームモードっていうのがありまして、低遅延のモード、ゲームをする時にいろんなキャラクターが際立つようなサウンド効果があるようです。そして専用アプリとしてですね、この QCY というアプリケーションが準備されています。このイヤホンですね、デバイス追加によって設定することにより様々なサウンドをカスタマイズすることができるようですし、各機能の割り当てなども変更することができるようです。では後ほどね、設定した上でレビューの方をしていきたいと思います。ではこれからしばらく使った上で後ほどレビューをお届けしたいと思います。というわけで、ファーストインプレッションをお届けしたいと思いますが、まず最初は装着感についてです。やはりね、この形状を見ていただきますと、耳の形状に合う形になっていますので、やはり装着はすごくいいなと思いました。ウォーキングで少し使ってみましたけども、全然ね、振り落とされるような状況もありませんし、少し小走りに走ったとしても全然ね、落ちるっていう気配はありませんでした。フィット感っていうのは非常にいいなっていうふうに感じました。また、このイヤーピースに関しましても、付属で3種類ほどついていますので、耳の穴が小さいかまた大きめという方にとってもね、付属のイヤーピースで対応できるんじゃないかなと思います。個人的にはこの最初からついていたイヤーピースで十分間に合ってしまいました。まず最初にですね、やっぱり気になるところとしてはアクティブノイズキャンセリングのモードになります。強烈なノイズの低減っていう風には感じられませんでしたけども、程よい感じのノイズキャンセリングだったなという風に思います。ただですね、専用アプリを使うことによってノイズキャンセリングの強弱を変更することができます。その点についてはですね、この QCY のアプリの中の音声っていうところがあります。こちらになります。今外音取り込みっていう風になっていますね。この ANC レベル1ってなっていますが、実はこれをこのいう風に変更することができますので、外音取り込みモードに関しても、そしてノイズキャンセリングのモードに関しましても、実はモードをいくらか変えることができます。一番強いものはこの騒がしい環境って書いてありますけどね。しかもこれをこういう風に
調整することもできます。これ通勤モードと書いてありますけど、こういう風に調整ができますので、自分のシチュエーションに合わせて強弱っていうのをさらに変えることができるのがいいのかなと思いました。身近なこういったね、物音に関しましては、どうしても聞こえてしまいました。聞こえなくなるものは、やっぱりホワイトノイズ系になりますね。例えば冷蔵庫の音だったりとか、風の音とかですね、車の音とか、そのあたりは結構消えてくれます。しかしながら、誰かが話しかけてきたとかね、こういったちょっとした物音ですね、こういったものは聞こえてしまいます。ですので完璧ではないっていうことはちょっと踏まえておいた方がいいかなと思います。そしてこの外音取り込みモードに関しましては、積極的にこのいろんなところにマイク穴がついているんですけども、外音取り込みをね、しっかりマイクで集音してるなっていうのを感じました。ですので、実は耳につけていない状態よりも、これをつけている時の方が、周りの音はよりね、はっきりいろんな音が聞こえてくるなっていうふうには思いました。特に屋外でウォーキングされる方とかね、サイクリングとかランニングとか、周りの環境音を聞こえた方が安全だなっていう場面がただあると思いますけど、やはりね、積極的にこれは使った方がいいかなと思います。ただ、いろんな状況によっては、聞こえやすい音と聞こえにくい音っていうのはあると思いますので、そのあたりは使う環境によるのかなと思います。そしてですね、続けて外音取り込みモードになりますけども、使った状況としましては、ウォーキングで隣の人と会話しながらっていうことになりますけども、相手が話しますと、それをやはりね、積極的に音を拾いに行ってくれるので、はっきりとよく聞こえました。しかしながらやっぱり飛行機の音とか、近くを通る車の音などですね、本当によく拾いに行ってくれるなというふうに思いましたので、そういったものをミックスしながら、周りの音を拾ってくるっていう感じがします。そしてこの音楽イコライザーってありますけど、カスタムサウンドってありますね。デフォルト、ポップ、サブウーファー、ロック、そして柔らかい、クラシックとあります。で、さらにカスタムってなりまして、ここでですね、いろんな調整をすることができます。このあたりは詳しい方でないとなかなか微調整って難しいかもしれませんが、ぜひね、詳しい方はぜひやってみてください。そしてざっくりとした音質にはなりますけど、いつもサンプルで使っている音源っていうのはララランドのテーマソングになっています。今こちらに出ている画像のものになりますけども、最初の方で結構ね、シンバルの音が聞こえてくるところがあるんですね。シャンシャンシャンって聞こえてくるんですけども、性能の低いイヤホンになりますと、そのシンバルの音が結構聞こえにくいんですよね。こちらの QCY のシンバルの音ははっきり聞こえてきました。低音も高音もはっきりとメリハリの効いた音質を楽しむことができました。ただ、ドンシャリ系ではありませんので、そのあたりは先ほどのイコライザーで調整することによってメリハリの効いた音質を作り出すこともできるかもしれません。では、ここからですね、良かった点についてお伝えしたいと思います。それはですね、やはりゲームモードがついているという点になります。ゲームモードは、やはりね、低遅延を売りにしていますので、こういった動画の時に噛んでしまった時にそこをカットしたりする時に、こういったゲームモードの低遅延が実現しているものであれば、コンマ何秒の世界で区切っていくことができますので、動画作成する方にとっては結構実用的じゃないかなと思います。そしてまたゲームをされている方もね、やっぱり低遅延っていうのは重要になってくると思いますので、このモードがついているっていうのは、この価格にして十分使えるなというふうには感じました。そして次に良かった点は、それはアプリで様々なカスタマイズができるという点です。この QCY の専用アプリを使いますと、この設定っていう項目で、例えば右側は今無効になってしまっていましたが、こういった風に音量をプラスっていう風に割り当てを変えることができます。この項目にあるものの中から変更することができますので、自分の使いやすいように操作系統を変えることができるのがすごくやっぱりいいなと思います。例えばですけども、この右側の今3回押すっていうところが曲送りになっていますね。で、これをですね、ANC モードっていう風にしますと、より使い勝手が良くなりますよね。こういう風にして自分の使いやすいようにカスタマイズしていくと、より使い勝手がいいのかなと思います。これもね、やっぱりアプリで連携できるっていう面はすごく使い勝手がいいなと思いました。というわけで、やっぱりカスタマイズができるっていうのが一番良かったかなと思いますね。やっぱりね、買ってそのまましか使えない、こういったキーのカスタマイズができないっていうのも、やっぱり不便だなっていうのはあるんですよね。そういった意味で、このクラスのものを購入することによってね、やっぱり使い勝手全然変わってきますので、こういったモードがついてるっていうのを選ぶのは一つ選択肢としてはいいのかなと思います。そして良かった点は以上になりますけども、一つだけちょっと気になった点はあります。価格がね、だいぶ安いモデルっていうこともあるんですが、一つね、ちょっと頑張ってほしかったのは、マルチポイントの機能が欲しかったなと思いました。この辺がついてるとね、他のメーカー含めまして、より競争力がアップするんじゃないかなと思います。
はい。というわけで今回 QCY の HT05 というね、ワイヤレスイヤホンについてご紹介しました。実はこの型番でネット検索などしますと、メローバッツ ANC というね、型番でも出てくることがあります。個人的にもね、そちらの方が名称としてはよりいいのかなと思うんですけども、Amazon のサイトの下の方を見ていくと、メローバッツ ANC って出てくるので、ただ QCY さんからの方からは HT05 という型番で教えていただきましたので、今回はそちらをメインの名称として使わせていただいております。気になった方いらっしゃいましたら概要欄の方にリンクが貼ってありますので、ぜひご覧ください。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。